さて、ナウシカ風世界観で巨大生物の背中に街を作る建築ゲームが家庭用版各種にも発売決定とのことで、今回は The Wandering Village の紹介を行います。こちら、おんぶと呼ばれるでかい生命体とともに毒で覆われた世界を生き抜くコロニーシミュレーションです。某ジブリアニメのごとく世界は不快で包まれており、登場するキャラクターもそれっぽい格好をしています。まんますぎて笑ってしまうところですが、一つのグループがある日、おんぶと出会い、背中の土地で暮らすことになりました。そこからゲームは開始します。定番の伐採所や採石場を配置し、素材を集めて集落を建て、拠点を拡張するほど作れる施設が増えていきます。一方、リソース管理も重要となり、どこに人をどのように割り当てるか、その采配具合によりゲーム進行のスムーズさは変わります。手際が良いと街の発展は早く、逆にうまくなければ人が病気になったり食料が不足し、どんどん倒れていきます。そして最後は全滅し、ゲームオーバーです。なるべく長く生き抜くことが目標です。ただこの手のゲームは難易度設定があり、難しいモード以外は無難に最後までいけるようにはなっています。特に一番簡単なモードは常に早送りで遊べてしまえるくらい適当に遊べる優しさがあります。まずは一番簡単なモードで一気に最後まで遊んでしまい、流れや感じをつかむというのもありです。その後難しいモードに挑戦し、なるべく人を生かすように最善の手を考えながら遊ぶという楽しみ方もあります。サバイバルゲームとして遊ぶか、ゆったりと街作りゲームとして遊ぶか、プレイヤーは自由に選べます。次にこのゲームの特徴であり、一番良いなと思ったのは、巨大生物の背中という特性上、土地の広さは限られているという点です。そこまで大きな街にはなりません。これはつまりコンパクトシティが作れ、広すぎて管理が大変ということにはなりません。その上で限られた広さでどうやりくりするかが重要となります。ゲームを進めるにつれ超巨大な街を作れるゲームはそれはそれで魅力ですが、スペースが限られているのはこれまた逆に魅力です。始めたては適当に建物を配置して良いのですが、そのうち1マス1マスが重要になります。大きな建物を作ると木を植える場所が減ってしまうとか、進むほど建造物をパズルに見立てて配置することを考えさせられます。もしくは効率は完全に無視して景観重視で作るのも一つの楽しみ方です。制限があるからこそ挑戦のしがいが出てくるし、初心者の人も遊びやすく、逆に遊ぶ意欲にもつながる見事なバランスです。それ以外に画期的な点はあるのかですが、そういうことを狙った作品ではなさそうです。よくある街作りゲームのフォーマットに従って作られており、世界観を考えてからそれを街作りにうまく落とし込んだ、あるいは街作りに合いそうな世界観をうまく考えた作品だと感じます。この手のゲームでは雨が降ったり嵐がやってきたりと天候変化や災害があります。しかし The Wandering Village では巨大な生き物、おんぶがのっそりと移動することで雨や災害の場所に突入するという形態になっています。ここからさらにアイデアを膨らまし、おんぶへの交流を図れる仕組みが追加されています。特定の建物を建てると命令を出したり食べ物を与えられます。道中の分かれ道では行く方向を指示したり、あるいは休ませることもできます。おんぶが倒れてしまっても街は全滅するため、おんぶとの共生が重要です。そしてさらにナウシカ要素があります。胞子が漂う場所に突入すると街が汚染されます。火で焼き払うしかありません。また砂漠や海といった様々なバイオームもあり、そこに移動することで街の状態がガラリと変化します。砂漠では水が取りにくくなったりと別の手法を編み出す必要があります。といった具合に王道の街作りゲームのフォーマットに従いつつ、全てはおんぶを中心にゲーム性が広がる作りにもなっているという点が他にはない差別化ポイントともなっています。この巨大生命体の背中の街というのは近年ではワンピースの象あたりを放送させます。しかしもっと遡り、インド神話の巨大亀と象の上に地球があるみたいな世界図からインスピレーションを受けているそうです。ちなみに日本語でおんぶというと、おんぶと抱っこを放出とし、もしかしてと思って調べましたが、名前の由来は見つかりませんでした。海外のゲームですが、背中に街を作るということで、日本語のそれとかけている可能性もあります。そんな The Wandering Village ですが、2025年7月17日の正式版に伴い、家庭用版各種にも対応します。今は PC と Xbox のみですが、Switch と PS4、PS5 にも発売されます。その他大型アップデートもなされ、多彩な要素が追加されるし、さらに今後も更新を予定とのことです。
現状ストーリーモードがあり、すでにクリア可能にはなっていますが、まだまだ追加されるのですかね。内容的には、不快から逃げた人々が、おんぶの背中で、我々現代にもある、とあるものを発見し、そこから物語が動き出すというものです。それと早期アクセスが2022年9月15日から今日まで多大なアップグレードが行われたということで、正式版で値上げがされます。90% に非常に好評5400件ほどでとても評価が高い作品のため、気になる方は今のうちの購入がおすすめです。現在 30% 割引の1799円というとてもお手頃価格となっております。というわけで一体どんなゲームシステムなのか実際にプレイした様子をギュッとまとめたのでどうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。The Wandering Village。モードが3つありますね。ストーリーにチャレンジにサンドボックス。で、ストーリーでいいかな？さらに難易度。で、チュートリアル。おんぶ。このでかい生命体がおんぶって言うんですか。村を背負ってますと。これ何？あ、色が変わるんだ。おー、この2つ、ロックされてるけど。これいいね、すごく。マグマっぽい。じゃあ、俺で行くか。貴様は、おんぶ76だ。そう、オープニングムービー付きですね。有毒な胞子。人々はさまよってると。腐敗に追われてしまったのか。そしたら、なんか出てきたよ、おんぶが。さあ、始まった。このイラストも、そういう感じなんだね。長老。さらに、こっちも長老か。テオドール。ゲームの目標は、できるだけ長く生き残る、サバイバルですね。村人たちに住居と食料を提供、新しい技術、あらゆる種類のバイオムから資材を集める、そして巨大な仲間、おんぶも忘れずに世話してあげると。おんぶが死ぬこともあるんだ。もしくは村人が全部するとゲームオーバー。カメラ移動、WSD。あとは早送りもあんのかな？これですね。大抵スペースで停止ですが。これで4倍速か。ホイールで拡大縮小。こんな感じで拡大するんだね。視点切り替えだね。さながら。さらにこれで視点切り替え。おんぶが。今休んでんのかな？これは村人。これはさらに超広いね。視界が。まずは木を切るのかな？ 2 つ設置しましょうと。B を押して、どれだ？資材カテゴリーこれか。木の周りに置けばいいんですかね。どこがいいんだ？まずこれにいいかな。1つ目。あともう1つ。2つ置いてみた。さあ、これで村人が移動を始めましたね。建物を作る形か。建築中ですね。1個できた。できましたね。で、割り当てすんのかな？割り当てはどれだ？プラス。これで OK。今のところ2人までのようだね。なるほどね。木のある場所に設置しようとすると、まず障害物の排除から始めるんだ。前もって割り振りができると。こんな感じで。次は貯蔵場所。倉庫かな？これはこれにいいかな。すべての真ん中みたいに。定期的に放浪者がやってくる。尻尾から登ってくんのかな？これか。現在の人数は12人かな？で、食料が必要である。ベリーを取る必要があると。ベリーを取るには、どこに置いたらいいんだ？ベリーの木。木は再び生えてくるようだね。時間が経つと。ベリーの木。これがベリーか。まずは研究所。研究することで新たなものが作れるようになるんですね。研究も真ん中辺でいいかな。そのうち道路とか必要になりそうだね。研究に1人割り当て。さらに人が来た？2人の放浪者。20時間後に到着する。ベリーの木。十分に稼働していない。ベリーがありませんね。野生のベリーの木を選択して収穫して除去するの？再び植えられる？根こそぎ引き裂く。今なんか声がしましたけど。動き始めた。すんごいゆっくりと。のっそり移動しますね。でも成長度ってあるんだよね。これカッチョっていいのこれ。引き抜くか。致し方ない。どうした？収穫して種にしてんのかな？
それっぽいね。で、植え始めましたね。自動的に。これは便利だね。大抵なくなってしまったら、また移動したりしないといけませんけどね。この手のゲームは。早送りだと、それなりに早く移動しますね。さあ、研究ツリー。まずは、空気移動。研究には、木材が25必要である。今んとこ木が枯れる感じはしませんけど。季節の概念もあるんだよね。おんぶのトゲ、採取できるが、信頼を損ねる。なるべく取らない方がいいんだ。これは研究状況。完了まで8時間。さあ、研究完了。次は水。空気移動の効率は、現在のバイオームの湿度、それによって変わると。では、ここに作成。現在の湿度はどれだ？これか。標準。良いかどうかもわからない。気温は寒い。現状毒性はありませんと。これ毒マークだ。現状最適化しましょうと言われてますね。確かに人がちょっと余ってるからね。さらにベリーでも取ればいいんじゃないの。こらえん。この二人がこちらに向かいましたね。とりあえず研究を停止しましょうと。これか。稼働停止。3人余ります。次は農場建築。農場はこんな感じ。2人割り当てる。さあ、雨が降って湿度が上がる。おんぶに雨が降っている。降ってますね。で、おんぶは移動中だね。どこに向かってるんだ？野営地の廃墟。ここに何かあるかもしれないと。栽培区域を割り当てる。これかな？こんな感じ？これでいいのかな？次は道路。道路は定番の移動速度アップですね。資材置き場にうまく運ぶようにしましょうか。しかしな、斜めに移動してるんだよな。移動速度アップにつながるんだろうか。ここにも道路は作れるっぽいね。泥の場所。他には手作業でも収穫ができる。こんな感じで収穫できる。タスクの優先度ツール。どれを優先するか？これが優先度一番高いと。こんな感じでマーキングできるんだね。この資材置き場には水は溜めらんないのかな？で、木材が入れることはできないからね。外にあぶれてますね。これもっと儲けた方がいいのかな？資材置き場。どうしたおんぶ。移動が止まった？おんぶが、あくびしている。よく見ると角が折れてるんだね。おんぶ交流。まだ氷が取れない。おんぶが眠ってしまった。あれれ？もうなんか通り過ぎた。角笛がないと。なんか街とか通り過ぎちゃうのかな。で、誰かが話したいことがある。誰だ？バルトラウト。おんぶの背中に見つかった怪しい瓦礫の山。何か埋まってるみたい。掘ると良いと。なんか理由があるかもしれないと。そこにあるのは。古代の建造物があると。瓦礫ね。これ？これだ。これ収穫でいいの？優先度高めてみよう。ここに一体何があるんだ？新しい何かがあるかもしれない。建物移動ができるんだ。いちいち作らなくてもね。移動はこれかな？なるほど。さあできた。角笛等。一体どんな命令ができるんだ？休む、歩く、走る。施設を作ることで新たな命令が出せるようだね。今寝てるから、そのまま休んでもらおうか。さあどうなった？謎の建造物。本来の目的は不明である。会話ができますね。大ババ様、これは一体何ですか？何かの塔だと。解体するか、別の何かに使うかって言ってますが、修理できる、もしくは解体できる。修理しよう。でも板材が必要なんだね。この建物を修復するとストーリーが始まる。解体すると設計図を入手できるんだ。で、後にストーリーを始められる。そうなんだ。設計図なんか良さそうな感じするけどね。いつでも作れるんであれば。ちなみに研究ツリーは、今んとここんな感じだね。結構先は用意されてますね。遠征小屋も作れるようになった。おんぶが食事をしている。でもゆっくり。ベロで、ペローンで食べてる。音が生々しいですね。
あなたは野営地の廃墟を探し、道具を3つ見つけた。移動したら勝手になんか見つけるようだね。自動的に。できた。アンテナと、なんと古代の建造物は、現代風のアンテナでした。さあ、ストーリー。一体どうなってしまうんだ。なんて素晴らしいの。お父さんの話に出てきたあれ、なんて名前だったかしら。アンテナと、これを機能させるには、電気が必要なんじゃないの？スイッチだ。押せって言われてる。よし、スイッチオン。うわー。お、通信来た？動いてる。最初の通信が。科学者風の誰かが。この人は過去の人物なのか。もしくは未来の人物かもしれない。何か送られてきたが、アンテナとアップグレードすると。改良型アンテナ。鉄鉱石が必要だ。遠征小屋は、縁に作るんだね。どこに行かせるか。採石場。コストが必要。食料が必要だ。まだ行けませんね、じゃあ。ここは行けそうだな。道具が集められる。なんと、飛べるんだ。すごい。意外と文明力がある。一人一台。なんか、グライダーみたいだね、これね。そんなんで？さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。